空間にいるんで。今日は朝何時から作業されてたんですか？今日は、5時ちょっと5時前ですね。専門学校出て個人のお店で働いてて、もともと30歳までには自分でお店をやろうと決めてたので、ちょうどよくタイミングがあってっていう感じですね。出産前に1回辞めて1年ぐらい休んでて、でお店の準備をして始めたって感じです。ママ大好きっ子ですね。
が遊び場になってますね。白いところが残ってる場合はもう一回焼いて中まで火通すって感じですね。クッキーみたいな感じでサクサクして。
ニちゃん。ワニちゃんだ、本当だ。息つく暇もなくっていう感じですね。そうですね。まとめて立てるとまただれてきちゃうんで、一回立てたのを立てると黄色っぽくなるかなと思ってペーストとバタークリームを混ざったのをタルトの上に絞ってます。販売は誰かいらっしゃるんですか？全部一人です。一日の中ではいちょっと落ち着く時間、自分の中で。はい。でなないんかですね。寝る時ぐらい。
専門学校出たらこの仕事しかできなかったやるしかないって感じで、それだけですかね。忙しいっていうよりかはなんかもうあと4本ぐらい手があったらいいのにって思う感じ忙しくて嫌になるって感じではないかな。頭が常にフル回転してそうですよね。そうですね、なんか 1週間分ぐらいもう何しようって考えてて、それをどういう風にやっていこうかなって、どうぞどうぞ。
いやいくよ。チョコっぽいのがガトーショコラ1つはーい。あとこれこれこれショートケーキショートケーキ1つショートケーキ。はーい。はい、気をつけてお待ちください。はい。おべ言ってありがとう。はい、ありがとうございありがとうございま。ますすお店とかこういう風にしていきたいみたいのって何かあったりしますか？いや本当はお菓子教室がやりたくって、でもそれだけじゃ成り立たないんで、近々やりたいなっていう感じですね。こんにちは。全部で6個です。はい。はい、じゃあ今日はありがとうございました。
3倍か4倍。そういう時なんか考えているんですか？いや、この後何しようかなと思って。仕込みは普段はあんまやらないんですか？クリスマスシーズンだからって感じなんですか？そう、クリスマスで飾りにつけようかなと思って、
コーヒーって面白いって思ったきっかけは、千葉の実家の近くの喫茶店、焙煎もやってる喫茶店に初めて行った時にすごい面白いと思って、そこからそのお店に通うようになって、で最終的にそこで働かせてもらうことになりました。ネルドリップってもう本当多分必要ないドリップの仕方なんですけど、今、ね、豆の質がものすごく上がってネルじゃなくてもペーパーとかフレンチプレスとかああいうもので入れた方が美味しいコーヒーっていうのがすごくいっぱいあるんですけど、やっぱりネルは伝統じゃないですけどなので、なんか私は途絶えさせたくないっていう思いがあって、あとは入れてる時の所作とか入れ方がなんとなくこう禅に近いというか、そういうのも感じるところがあるので、なんかそういうのを大事にしたいなっていう、味だけじゃなくて入れる人によって結構かなりの差が出る、個性が出るのがネルなので、そういうところを大事にしたいかなとは思ってます。はい、こうやって落ちる音もね。
さん、こんにちは。ヘテロ好きな席どうぞ。はい。この辺りの写真なんですか？いえいえ、それはね、千葉の。ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。こんにちは。それでさ、敬老の日だから明日だよね。そう、もう敬老。お客様には本当恵まれてるなって本当に思いますね。ご年配のお客様も結構ね多いので、世代によっては娘ぐらい持ってる方もきっといらっしゃるだろうし、ありがたいですね。本当ね、皆さんに見守られて。美味しい？シルスマリア。美味しかったです。そう。結構大きいです。大きいね。大ぶりでなんかすごい食べ応え。安いのは食べたことないやつ。美味しかったですよ。ああ、じゃあ。ごちそうさまでした。やっぱこっち横浜でやったのがいいですけど、エビ前だし、メタルっていうのね。だけど。生チョコは結構美味しかったよね。うん、多分。いろんな種類は。そうそう、シャインマスカットとかあるし。ちょっとうまそうだなと思って、でもこのあの暑さやちょっと持ってこれねえなと思って。お
みんななんか映るのが嫌で出てこねえなと。あと多分ね、土日はあんまりあ、来ない。あ、そうだ。時もあるんでああいう世界はもうしょうがないよね。ああ、そうもねえかな。こぎした。下積みの上ではままあでもどの世界も見てどうも。で暑いので気をつけてください。はい、どうもありがとうございます。お気をつけて。味は全然問題ないんですけど、見た目があんまり日が経っちゃうと良くなくなっちゃうので、こまめに作るようにしてます。月に2回ぐらいは定休日でも仕事しに来ちゃいます、好きなことやってるだけだから全然大変ではないんですけど。今チーズケーキを紅茶をやって、でその後に栗をやって、でまた今度さつまいものチーズケーキをそのうち始めます、はい、時期になるとチョコレートケーキをやったりとか、あとはパウンドケーキ、もうちょっと寒くなってきたらとか、いろいろ結構いろいろプリンって全然違くて、うちのはちょっと固めです。私が固めが好きだからですデザートは好きなものしか作ってないですすごく偏ってる最近デザートを2種類召し上がってくれる方が結構多くて、ありがたいですね。なんか作りがいがありますオープンして見えるじゃないですか。間違って入ってきちゃう方いません？たまにいるかな。そうやってますかみたいな感じで、そういらっしゃるけど、のれんが出てるとやってるなで判断してくる方もいるみたいです。
お店で出す時はトースターで温めてお出ししてるんですけど、ちょっと溶けるんですよこれが。それが私は勝手に美味しいと思ってこれを忍ばせてます。おばあちゃんになってもコーヒー入れててねって言われて、おばあちゃんになった時の吉住さんのコーヒーが僕は飲みたいからって言ってくれる方がいて、そうそうありがたい今年67になるんですが、あと10年頑張りたいなとは思ってます。消費電気を先に作るので、今日使う生クリームを今準備してます。静岡のクラウンメロンなんですけど、そのメロンしかこういう香りしないんですよ。け
ろんなところで作られてるんですけど、静岡のクラウンメロンだけ全然違うんですよ。クラウンメロンしか使わないですね、メロンは。このお仕事やられてるんですか？そうですね、45年ぐらいですね。すごい、大盛いや、僕は67今年67になるんですよ。期。そうなんですね。この季節のショートケーキってこのメロンと桃以外に他に何があるんですか？あと秋はイチジクですね。それとフランスですね。イチジクの後は洋梨なんですけど、はい。あとあまおうですね。あまおうもあるんですか？今これあまおうなんですけど、今日はもうあまおうも終わりなんです。そうなんです。あまおうは1月から4月、4月いっぱいぐらいまでですね。5月にちょっとあるかな。じゃあいつ来てもいろんなショートケーキが楽しめますね。その中で桃が一番人気なんです。 「
開店当初から変わらないケーキとかってあるんですか？ショートケーキと、結構あるね。カラメルコアカラメルコア、アールグレイショコラ、オペラ。オペラ。それぞれにファンがいるので。あ、そうなんですね。常連さんが多かったりするんですか？そうですね、結構多いですね、リピーターの方が。洋梨とキャラメルの組み合わせってすごい流行って、ですからもう35年ぐらい作ってるのかな、これ。これもオペラもそうですけど、オペラはまあフランスでは定番のお菓子なんですけど、若い頃このオペラがすごい好きで、ちゃんとしたオペラを作れる職人だろうと思いました。
様ももともとケーキ職人だったんですか？違います。違うんですね。もうそれも長くやってるから職人みたいなもんだけど。そうですね。オープンされてからずっと一緒に。そうですそうです。でも本当にお手伝いだけです。一緒にお店をやろうってなったんですか？やろうじゃなくて、やると言ったんですね。あ、そうだったんですね。大体40度ぐらいまで温めます。美味しそう。いただきます。見てると食べたくなる。メロンもすごい。30年前。フランス行く前にメンズ飲んので特注すごい。これはシェフのお友達ですか？同僚？上司です。あ、上司。じゃあ開けましょうか。
初から色がついてきます。グールノワゼットっていうんですけど、ハシバミヘーゼルナッツみたいな香りになってくるんです。何歳まで頑張ろう。あと10年頑張りたいなとは思ってます。あと10年だとあとおいくつになりますか77ですね。すごい、77歳。まあ続けてればなんとかねできそうな気がしますけどね。やめなければ、病気でやめなければ。10年いけるかな。いけます、いけます、絶対いけます。